どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、熱帯魚はどんな種類の生態が好きですか？自分はもっぱら小型生態メインなんですが、その中でもカラシンやコイ、ラスボラなど様々な種類がいます。メジャーな生態といえばカラシンですが、その他にも面白い魚はいっぱいいます。先ほどお話しした中でも結構特徴的な生態が多いのはコイ科の仲間で、低所を這うタイプのものやスネールを食べてくれるタイプまで多種多様です。というわけで今回はそんなコイ科の仲間で面白い生態を購入してきたので紹介していきます。めちゃくちゃ目を引く生態なのに流通量が多く安価で手に入るのでおすすめの生態です。というわけで今回は前回のパイプフィッシュに引き続き実店舗で購入してきました。おそらくこの4個のパッキングがひとまとめにされているうちのどこかに入っていると思うんですが、映像を見返してみてもどれかわかりません。とりあえず価格はどれもリーズナブルなのでそこに関しては大差ないでしょう。ちなみに前回紹介したパイプフィッシュを購入した店舗とは違う場所で購入しています。いつものように開封し水合わせを行ったら導入していきます。というわけで今回紹介する生態はこちら、パキスタンローチ。価格は1匹300円程度。こちらは結構メジャーな生態で、名前は聞いたことがあるって方も多いのではないでしょうか。自分も存在は知っており、なんとなく頭の片隅にはいたんですが、今まであまり興味がなくノータッチでした。今回は実店舗で改めて見てみると、結構可愛くユニークな体色をしていたので購入。ちなみに導入するのは60センチ成果石レイアウト水槽です。パキスタンローチとはインド・パキスタン原産のローチです。名前が原産地を表しているのは分かりやすくていいですね。熱帯魚や水草の名前はなかなか特徴的なものが多く、細分化していくと何が何だかわからなくなるので、これくらい単純明快にしてくれると助かります。最大体長9センチ、適正水温20から28度、適正水質弱酸性から中性、餌は人工飼料から生き餌まで幅広く食べます。この生態の特徴は何といってもその体色で、ご覧の通りシマウマのような白と黒の模様をしています。見方によっては黒い柄のところが英語の Y のように見えなくもない。個人的にはあんまりそんな感じはしておらず、パッと見シマウマだなくらいに思ってたんですが、Y に見えるという情報を聞いてからはそれにしか見えなくなりました。確かにランダム性が高い感じではなく、規則正しい印象を受けますね。ただ個体によって結構ばらつきがあるので、数匹程度だったら個体識別ができるかもしれません。顔はローチらしくひげを生やしつつおちょぼ口です。なかなか可愛い顔をしており、好きな人はとことん好きそう。飼育は比較的容易で性格も温厚なんですが、話によると他魚にちょっかいをかけることもあるみたいです。というわけでまた解説が長くなりそうなんで先に導入しておきます。導入直後の映像がこちら。水槽に入ってすぐの割には柄がしっかり出ていますね。生態の種類によっては色飛びがひどく何の生態かわからなくなることがあるんですが、この生態に関してはその心配はありません。こんな感じで結構素早く泳いでおり、低所を這いつつ中層をビュンビュン飛び回ったりしています。やはりこうやって水槽の中で見てみると余計にシマウマ感ありますね。決して派手な色ではありませんが、このメリハリのある体色で水槽内で存在感を放つこと間違いなしです。今回購入した個体たちは4から5センチ程度くらいなので、極端に小さい生態でもない限り本営は大丈夫だと思います。ただこんな感じで結構素早く動くため、飛び出しには注意が必要です。
自分の環境では今のところ飛び出したりはしてませんが、気になる方は蓋をしておくといいかもしれません。そして導入直後は白点病にかかりやすいらしいので、水合わせは慎重に行っておきましょう。白系の生態は結構白点病を見落としやすく、重症化してから対処することも多いので、導入してから数日はできるだけこまめに見ておいた方がいいと思います。泳ぎ方は割と頑張って泳いでる印象ですね。胸びれをひらひらさせつつ体をくねらせて素早く動きます。この泳ぎ方は底物生態に多い気がするんですが、そこにとどまらずこのくねくね泳ぎで水槽内を素早く泳ぐのは面白いです。たまに石の上に腰掛けてすっとんきょうな顔でこちらを見つめる姿もまた可愛い。割とローチの中では定番種だと思うんですが、こんなに愛嬌があるとは思っていませんでした。とりあえず他の魚を襲うこともなさそうですし、一安心。なんか石の隙間とかに顔を突っ込んでいるので、隠れ家を探しているような感じにも見えます。続いて導入から数ヶ月経過した状態がこちら。心なしか導入直後よりも黒色のノリが強くなってる気がします。相変わらず俊敏に動き回り、遺憾なくその存在感を発揮してます。そして気になる性格なんですが、自分は飼育してから数ヶ月経過しているんですけど、生態を襲うような素振りは見られません。なんかローチ系って気性が荒いイメージがあるので敬遠している方もいらっしゃるかもしれませんが、パキスタンローチに関してはその中でも温厚な部類だと思います。ただそれよりも問題なのは低床をほじくり返すところです。基本的に低床は粒が小さい化粧砂がいいそうで、コリドラスなどの底物生態のような環境が適しています。しかしソイルでも飼育ができないわけではありません。ソイルを使用したからといって直接的に体調を悪化させることはないですが、一番問題になってくるのは水草を掘り返してしまうところです。このパキスタンローチ、食欲が旺盛なのかしょっちゅう低床を気にするんですよね。しまいには顔を突っ込んでガチャガチャかき回したりしてます。こうなってくると低床に植栽していたショートヘアグラスが大変なことに。ただショートヘアグラスはランナーで伸びていき、他の隣接する株同士で連結しているため、そんな簡単には引っこ抜けません。どんなに強力に低床をめがけて鼻ドリルされようと、ショートヘアグラスが抜けることはないです。それでもしつこくパキスタンローチが低床を攻め続けた結果、とある場所ではソイルがえぐれ、ショートヘアグラスの根っこが見えてしまうという事態が発生してます。完全に浮きはしませんが、土台となるソイルがなくなることでだいぶ不格好になってます。正直ローチを入れた時点で荒らされることは分かっていたので、逆にこれくらいの被害で済んでよかったです。あまり水草レイアウト水槽でローチを飼育しているところは見たことがなく、飼育に関しても未知数でした。結果的にパキスタンローチの状態は悪くないんですが、それよりも周りの環境が若干荒らされている感じです。導入直後の映像を見てもらってもわかるんですが、結構パワフルで、少しソイルに尻尾が当たるだけでも低床に落ちている糞をまき散らしています。なんかこの水槽、生態の数が他の水槽に比べて少ないのに苔が生えやすいのは、パキスタンローチが糞を巻き上げてるからなんじゃないかと思い始めてきました。あんまり関係ないとは思いますが、苔増殖の一端を担ってるくらいの功績はあるのではないでしょうか。ショートヘアグラスは先ほど言った通りランナーで伸びるので、ちょっとやそっとのことじゃ抜けませんが、粘りが弱い水草を絨毯にしている場合は容赦なく浮かしてくると思います。キューバパールグラスとかイチコロそうですね。一度試してみたい気もしますが、その状態でメンタル保てる自信がないので誰か試してみてください。
というわけで今回はパキスタンローチという定番種ながらユニークな生態を紹介していきました。他にも白黒ベースの模様をした生態はいくつかいると思うんですが、見た目のインパクト的にはこのパキスタンローチが一番だと思います。他の生態に比べてシャープな体とコイ科特有の口ひげはなかなかの唯一無二感を漂わせています。その外見的特徴は写真とかでもわかるんですが、それよりも実際に泳いでいるところを見てほしいですね。意外とマスコットキャラ的可愛さがあって、水槽に1匹入れるだけでなんかアクアリウムのモチベが上がりそうです。自分の場合は糞まき散らしたり低所をほじくり返したりされてるんで、憎さと愛らしさが半々くらいですが、逆にその困ったさんなところがいいと思うようにしています。そこまで混泳魚にも気にしなくていい生態ですし、何より入手性が高く安価なのがいいですね。どうしても極物生態は価格が高くなりがちですが、これくらい手が届きやすいならローチ入門種としてもありだと思います。少なくとも300円以上の価値がある生態だと思うので、もし見かけたら状態次第で飼育してみてはいかがでしょうか。というわけで今回はここまで。 Twitter と Instagram もやっておりますので、どちらも見ていただけると嬉しいです。いろいろしました。